どうも、白夢です。こんにちは。今日はですね、このソファーがここに空いているということは、そうなんです。今日もゲストの方をお呼びして何をやるか、先にはまず呼んじゃおうかな。はい。ということで、ゲストこの方に来ていただいております。どうぞー。ソファー空いてる。ソファーこっちじゃない。こっちじゃない。こっちか。声優の千葉翔也です。おー、しましょう。よろしく。来てくれてありがとう。落ちてたから拾ってきてるよ。ちゃんとね、私のそのウルリの第1弾のね、フーディー、こちらのね、サイズ1なのこれ、一番小さいサイズ。あ、そうなんだ。だから女子だよ。女子か俺。女子だわ。やっぱね、痩せてるから。痩せてるし、あと小さいから、千葉翔。小さい余計だわ。言わなくていい。小さいからフィットするんですね。言わなくていい。いや、よかったよかった。ありがとう。さあ、そんな千葉翔ね、まあ僕は結構ね、もう、かれこれ5年ぐらい一緒にやってるよね。そうですね。アイドルマスターサイド M という作品で一緒のユニットをやらせていただいて、もうリーダー役なんですよ、そのユニットのね。そうね。そう。10歳差があるんです。うわー。さあ、そんな千葉翔を呼んで今日は何をしようかと言いますと、はい。こちら。みんなでメイキング BL。あんまり BL 作品とかって出てないでしょ。そうですね。あんまりドメインで出たことない。でしょ。絡みとかそういうのもまだあんまりガチでやってないでしょ。そうそう。だからもうもしかして今日はここで初 BL？ 初 BL 僕はまあ BL いっぱいもうねやってますよね。やらせていただいてるんで、もう BL 声優と言っても過言ではない。じゃあ絶対手ほどきしてくれるじゃん。そうなんです。だから僕が今日は今後千葉翔が BL であとメインをやる日が来ると思うから、そのためのこれはもう BL 講座と言っても過言ではない。 BL 講座。やった。じゃあ先生ちょっと僕に任せてください。教えてください。はい、ということで早速ねプレイしていきたいと思います。はい。ちょっとまずルール説明をねさせていただきます。まず最近 BL を見た人もしくはじゃんけんで決めた人からゲームを始めます。はいはい。キャラクターカードというのがまずありますので、はははこれをシャッフルしていろんなキャラクター書いてあるんですよ。なんか名前プロフィールとかキャラクターイラストとかあ、すげえもう作り込まれてるんだ。あるんですよ。これが何枚かあるんで、これシャッフルしてお互いに1枚まず引いていきます。こいつらがこいつらのキャラクターになりきって物語なるほどねを進めていくということで、じゃあすごい。どうぞ。俺の相棒相棒決めちゃって。お前だ。俺の名前は鬼竹圭、28歳。あ、上じゃん。あだ名は鬼畜だ。いやいや、自分で言うやついる？やばいな。うん数学教師をやってるんですよ。あ、お先生だ。そうメガネかけてて。S っぽい感じだね。じゃあ私、引いていきます。はい、ちょっと待てよ。茜川ライム。おお、なんか名前似てんじゃん。年齢12歳。身長153センチ、体重43キロ。あだ名ライム。大体試合部いじゃん。やいや、こんな引きあるよ、本当に。大体試合部じゃん。たくさんあるんだよね、だって。性格、天才的な頭脳を持つため飛び級で編入した。普段は大人と対等に話すが不意に子供っぽい一面も。こんな12歳なんてやったことないよ。なんで逆じゃん。じゃあもう絶対逆だ。これはでもなんかさ、普段できない役だからこその新たな発見とかあるかもしれない。オッケー。でキャラクター引きましたと。はい。で各プレイヤー各キャラクターの受けと攻め、スタートプレイヤーを決めます。これでも絶対俺の中でこっちだろっていうのがあるんだけど。まあ普通に考えたらね、鬼畜ライムでしょ。本当？だってこいつもう大人にも対等に話せるから。じゃあライム攻めでいく？これがね受け攻め受けパートっていうのが。はいはいはい。すごいな、こんなのまであるんだ。来吉。来吉。来吉ですよ。来吉はすごい。俗に言うね。そして関係性カードというものがありますので、そんなのまである。それを1枚これは選ぶらしいです。はいはいはい。これはじゃあ千葉翔振るわ。振ってくれ。はい。いい。6主従関係。これね、不女子たちが集まってさ、声優が遊ぶことないよね。花江夏樹にやられる前にやる。後半の方に、エンドカードですね。エンドカード。ハッピーエンドカードと、いいじゃん、ハッピーエンド。バッドエンドカードと友情エンドカードをもう定められてんだね。ハッピーエンドがいいな。これが山君ですね。はい。ドキドキするわ。でじゃあこれ
受け攻めの場所にやりますね。しょうか。入れ替わりましょう。はい。カードに書かれた言葉を用いてストーリーを作り、カードを場に出しながら一言言って手番終了となります。一言言う。ライムだよ。えちょっと、やめよう。体操服、格好した。では、いきますね。はい。その日の3次元目、僕は体育で着替えをするために体育館に向かった。ただ、途中で体操服の下を忘れてしまったことを思い出し、教室に慌てて帰っていって戻っていった。しまった。体操服忘れちゃった。取りに戻らなきゃ。今、教室には誰もいないよな。急いで戻ろう。パーン。はい。鬼畜は廊下を歩いていた。すると目の前から下半身に衣類をつけていない生徒が走ってきた。俺はすかさず頬をひっぱたいた。パーン。なんだそのみっともない格好は。パン。違うんだ。体操服の下を忘れちゃって慌てて戻ってきたからごめんなさい。人が見てるからこれで。はい。ごめん。鬼畜は自分の右手を見ながら、ごめん、またやってしまった。常習犯かをいきましょう。鬼畜はまたいつものように暴力を振るった後に謝ってきた。そんな鬼畜に僕もいつものように頭をなでなでしていいよ、もう慣れたから。でも人前ではやめてほしいな。鬼畜はすぐさま距離を取った。近いって。明らかに照れている。照れてんだ。鬼畜のその照れた表情を見て僕もつられて恥ずかしくなってしまった。丸出しの下半身から何かがどろり。嘘だろ。嘘だろ。汗がどろりと。ごめん、俺もなんかちょっと恥ずかしくなっちゃって。俺も教室に戻るから。夏休みが終わる頃、やべえ、時が経ってる。鬼畜はつぶやいた。夏休みが終わる頃までには俺たちの関係をはっきりさせないと。そういった鬼畜の下半身からもまたドロリ。やめろ。怒られるだろ事務所に。いやあなたがやったことでしょうが。汗が汗もドロッとしてますと。はい。はい。夏だからね。そうです。では行きましょう。はい。教室に戻ろうと鬼畜に背を向けて教室に向かっていくその時、通りすがりのイケメン佐藤に見つかった。佐藤。あれ何しちゃってるんですか？ライム君。教室に戻るの？じゃあ僕ちょっと鬼畜先生に聞きたいことがあったんです。鬼畜は佐藤に質問をさせる間もなくこう言った。この消しゴムやるからさっきの記憶は全て忘れろ。その光景を後ろ目に見ていたライム。見てたんかい。思わず本音がこぼれる。もうやだ。あいつが他の生徒に優しくしてるとこなんてもう見たくないよ。どうなる？全然進まない。話が全然進まない。ここで俺一石を投じるわ。特殊カード。BL 展開。これらもここやろ。さあ BL 展開の効果。次の人から
必ず恋愛フラグを立てるなど怪しい雰囲気のある展開にしてください。すげえもう立ってたけどねすげえもう出てたけどね。確かに、今日 BL 前提で動いてたわ俺たち。ほんとじゃあいきます。はい。思いが爆発しそうだ。今まで天才と言われた僕をすごく可愛がってくれてた。だから勝手に主従関係のようなものができていた。だけどもういい加減にしろ。僕がどんな思いであんたと一緒にいたかあんた気づいてないだろ。しょうがないだろう。俺たちの関係は前世からもう定められていたんだ。急にスピリチュアル。お前が俺をどう思っていようがもうその運命から逃れられないんだよ。言い放ったね。寺出身なんですよね鬼畜。そうなの？寺出身。そう、初めて出てきたね、その設定。寺出身いつもそれだよ。何かあれば前世って前世とかじゃないじゃん。今じゃん。今でしょ。はっきりさせたいんだよ。僕はお前の気持ちも聞きたいんだよ。終わったまだエンドカード出てないから、そうだよね。まだこれあれですね。お、やめろライブ。もう俺のスーツの下に着ている包囲を引きちぎるのはやめろ。何すんの。2人で今ズボン履いてないです。これ手札がさ、もうさ、やばいことになってきてるの。ほら見て、これこんな状況なの。手札5枚中3枚同じカードだからやば。もうこれこうしろってことなの。もうじゃあこれもう使いますよ。じゃあ OK。 1枚特殊カードリバ展開。なんだそれ。攻めと受けが逆転します。嘘だろマジかよ。ああ、じゃあっていうか俺攻めだったんだ。そういえばそうだよ。忘れてたわ。あでれーん。友情エンド。嘘でしょ。友情エンドカードを引いてここまで来てさあということで、どうしよう。次千葉賞がこの続きを言って僕で締めるということになりますね。リバになった後どうやってエンディングに向かっていくのか。体操服上。何。ほらライブ、ここで上も脱げよ。友情エンドなのに上も。さっきから汗かいてばっかりじゃねえか。そんなんじゃ風邪ひいちまうぞ。ここからどう友情エンドに。今パンツ1枚だからねよかったよかった。パンツは履いてた。パンツは履いてます。もちろんよかった。パンツを履いてたんだ。はい。じゃあ行きます。お、やめてよ。ちくしょう。パンツ1枚になったライム。そのパンツの中に何やら尖ったものが入っている。は？これはなんだ。マジでなんだ。鬼畜が気になって何かと尋ねる。ライムは仕方なくその尖ったものを出した。それは三角定規。なんでパンツに仕込んでんだよ。ちくしょう、バレちゃった。そんな隠してたんだろうな、そりゃ。これあんたからもらった三角定規。人生っていうのは一人じゃ成り立たない。点と点と支え合ってバランスを保ってできてる。一つは僕、もう一つは鬼畜、そしてあと一つ、それを一緒に探そうって鬼畜は言ってくれた。今ねえのかよ。これからも鬼畜とはいい友達でいられるんじゃないかな。三角定規のもう一点を二人で見つけるまでは。もうだってもうライブ途中の佐藤なんだ
トが入ることによって、うんその嫉妬するあ、そのねライムの本心というか、はいはいはい表に出てくる。友情エンドにはなったけど、うん本当はライムは鬼畜のことがやっぱ好きなの、恋愛対象として見てるんだよ。あ、そういうことか。だけど今は、うんその気持ちをぐっと押し殺して、あ、偉いね。そうまずね、服着ろ。いや、でもね、楽しかったです。いや俺も楽しかった。なんかちょっとねアドリブ力もやっぱ鍛えられるから、本当ですね。鬼畜たちのこと好きになりましたもん。ちょっちょっと応援したくなっちゃった。応援したくなっちゃった。ちょっとこの BL のノウハウというものをはい。学べましたか？もう俺なんか体操服っていうワード見ただけで BL だなって思う。今後は。台本で。あ、こそれはれそれはもう違う、間違った先入観。あ、違う。皆さんもね、ぜひプレイして楽しんでみてください。これ大人数の方が多分ワイワイね、確かに。楽しめると思いますんで。はい。はい。ということで本日は、ゲストに千葉翔也君をお迎えして、はいみんなでメイキング BL 遊んでみました。はい楽しかったなと思う方はぜひね、チャンネル登録、高評価のほどよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、皆さんまたお会いしましょう。ありがとうございましたバイバーイ。ありがとう。ドロリ。どこ俺からもドロリ。